クニペックスから絶縁タイプの電工ナイフ9854、2000円ぐらいで売っています。刃先が短く薄めな電工ナイフ。オートモーティブ関係ではそんなに使わない道具には思いますが、手持ちのストリッパーで剥けないサイズですとか、形が出てきた時にカッターでやるのがどうにもなれず、電工マックの製品をおすすめされましたが、刃物に対して苦手意識があったので、なるべく刃が短いものかつ折りたたみ式でないものを探してこれにしました。ですから特に絶縁にこだわりはありません。全長 180mm に対して刃渡りは 50mm、 重さが 68g、 ポテッとしたボディにメイドインジャーマニーと1000ボルト絶縁を示す文字が入っています。グリップはエルゴデザイン的なグッと握れるタイプ。赤い部分が固めの樹脂、黄色い部分が固めのゴム。滑らないし手にかかりすぎないので持ちやすいですね。どんな持ち方をしていても小指がうまくかかって使いやすいです。手当たりも柔らかく、とても具合はいいですね。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み鋼、鋼かな。手元に来た時は刃が波打つというのかガタガタしていてあまり切れませんでしたので、すぐに研ぎました。刃物については全く詳しくないので鉄の良し悪しなんかは分かりませんが、手入れさえしっかりしておけば被服向きに使いやすいと感じています。薄くも厚いとも言えない刃の厚みで、押し付けた時に刃が入る量が私は好み。カッターほど入らず、一般的な厚手な刃よりも入りやすい。とても使いやすく思っています。ただこの辺は好み様々でしょう。程よく切れない方が良いという意見も聞きますし、分厚い刃が良いとも聞きます。刃の背中部分には樹脂がかぶせてあります。合線の皮むきを可能とするための処理でしょう。また、親指、人差し指で刃の背中部分を押すときに厚みが出る分、負担を少なくしてくれます。しかし、VVF の外側、縦割りするときにこれが引っかかって邪魔になることも。些細なことではありますが、なかなかストレスを感じています。削って形を整えてしまおうか考え中。このプラスチックのかぶせがないタイプもラインナップにありまして、品番は9852。私は合線触りませんので、こっちが良かったかもしれません。細かくラインナップの設定があるのはさすがのクニペックスです。刃先にかぶせる半透明のキャップが付属しています。カチッとはまるしっかりとしたキャップで、不意に外れたりはないですね。片手でも付け外しは簡単。ただ耐久性は不安です。樹脂ですから落として踏んだらあかんでしょうし、何度も付け外しをしているとそのうちカパカパになってしまうかもしれません。それから私はないんですが、例えば高所で作業をしていて片手で作業しないといけない場合、片手でこのナイフを取り出してキャップを外して、でそのキャップどうするのかなと思いまして、腰道具の中に落とすのか、そうするとしまう時が今度手ますよね。使う環境によってはどうなんかなと思っています。似たところで落下防止のコードを通すところがあればさらに良かったと感じています。高所作業とか、これをキャンプで使うってことも少ないとは思いますが、落とさないっていうのはいいですよね。クニペックスから落下防止ストラップが出ていますから、それをつけるホールが欲しいです。絶縁がいらない、刃先が多少長くても問題がないという場合、同じクニペックスでもこっちのタイプ、これの方が使い勝手は良いかもしれません。この絶縁シリーズは本当に被服向きにしか使っていません。荷物解いたりには同社のカッターの方が使いやすいですね。クニペックスの絶縁電工ナイフ。あまり他で見ない形の握りやすいグリップが気に入って使っています。刃物のいかつさを感じないボテッとしたフォルムも好み。私のように刃物がちょっと苦手という方やクニペックスが好きな方、少し変わったグリップ試したい方におすすめな製品となっていました。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya!